ルカ！ロランド。皆様、私の近くに。波動天使レッツゴー。リトルベルシート、アリアンロッド。大丈夫でございます。ですが、あまりにも強力な攻撃だったため、もう魔力が。今のはグレートガイダンスの槍を風車のように回して盾にしたのね。夏目心、少し見ないうちに成長したじゃない。それに比べて陛下、どうして。あなたは成長していないのかしら、キャル。久しぶりにしつけをしてあげなくちゃいけないようね。陛下、まさか本気でまた私たちを襲う気なんですか？当たり前じゃない。あなたたちに作った大きな借り、きちんと返してあげないとね。そんな。覚悟を決めなきゃダメよ、キャル。あなた、お願い。陛下、それなら私も陛下に成長したところを見てもらいます。アビスエンドバースター。お断りよ。当たらない。本当に愚かね、キャル。私の力忘れてしまったの？そう、私が消化させた私の頭脳だからこそ扱える固有能力、演算による未来予知、そしてリソースの奪取と最適化による破壊を極めた魔法よ。波動転生村雲。この力、前の陛下より強い。まったく何を当たり前のことを言ってるのかしら。腹渡が煮えくり返る思いをさせられたのに、前と同じデータを持ち込むわけないじゃない。認識の修正だってあると分かってさえいれば対処は簡単だしね。さあ改めてしつけの時間よ、キャル。キャルを助けに行きたいけど、でもショットボイド。アンフリー
トゲの軌道が読めない。しかもボイド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 。魔法は相変わらず全部無効化されちゃうわけね。でもあなた弥勒よね。終焉の巨神との戦いの時にロストしたとばかり思ってたから生きていて驚いたわ。それにずいぶん雰囲気が変わったわね。ロストローカスト。確かに私は一度死亡しました。魂のみの存在となり、本来であればロストした魂は冥界の奥底に閉じ込められるそうですね。しかし私は改造を受けロストしたまま冥界をさまよう人物との縁があったため、その人物に一時的に取り付いたことで寸出のところで閉じ込められることを免れたのです。改造？アルターメイデンの子たちみたいな。そう、デビルゴーシンさんです。ああ、いいえ、ゴーストゴーシンでしたでしょうか。そういえばジオニベルヘルのおかしな霧の中でおかしな幽霊と戦ったかしら。そしてあなたはゼーンさんの妹さんでしたでしょうか。あなたもまたロストしリザレクトの恩恵を受けたそうですね。私も同様にこうしてよみがえったというわけですよ。ゼーン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 全然許せねえ。よくも私のどてっぱらに風穴を開けてくれちゃって。竜の妹よ、貴様にも腹パン決めてやりゃう。みんなよそ見をするな。フレイヤさん、私は負けません。アストライアよ、加護を。このアストライアが死ぬ。なんて力。こっちも全力全開なのに。お前がどれほど血を立場を優勢をひけらかそうと、私たちは必ずその上を行く。行くぞ王家の装備、イラ。誉さんの推測によれば、あの王家の装備は怒りの感情を燃やすことでこっちのパワーを上回るそうです。一番簡単な対策は怒りが消えるまで長期戦をすること。でも消えるどころか、フレイヤさんの怒りどんどん強くなってます。オストライア王家は断絶だ。
ライア王家、私の家、私の祖国、アストライア王国の罪、クローンの製造に大部実験。お父様は、お母様は知っていたんでしょうか。どうして私には教えてくれなかったんでしょうか。アストライアは正義の女神。でもフレイヤさんを倒そうとする行いは正義なんでしょうか。私には分かりませんけれど、ここで折れてしまったら王家を支えてくれる民も、それにアストライア王国を滅ぼした人たちも、みんなビジョンズエンプレスの犠牲になってしまう。それだけは絶対に止めなくちゃいけません。王家の装備グラ、私に力を、私のことだけいくらでも食べていいですから。グラとアストライアの力同時しようか。ならばこちらもプリンセスナイトの力を重ねてやる。ハウリングネメシス11リバース、アストライアバリアント。イラが維持できない。いや、私たちの怒りはこんなもんじゃない。ダメージはかなりあるが、だが奴もここまでだ。とどめを刺すくらいの余力はまだ。すみませんフレイヤさん、みんなを助けに行かなきゃなので、一騎打ちはここまでです。超全力全開プリンセスストライク。キュルちゃん、転移妨害の結界は壊しました。機関用の魔法陣を。わかった。コロスケ、シェフィ、こっちに。あら、どこに行こうというのかしらキャル。しつけはまだ終わっていないのよ。すみません陛下。でももう交渉どころじゃって感じですし、今はこいつらを逃がさなきゃなので。失礼します。おや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 、逃げられてしまいましたか。何をやっている。目の前で獲物を取り逃がすなど。うるさいわね。ビジョンズエンプレスの子飼い風情。あまり唾を飛ばすならその首を飛ばしてやるわよ。なんだと。まあ我々は仲間です。喧嘩しちゃめですよ。とはいえ、あちらでは悲しい結末が待っていそうですが。ロランド、立て。残念ながら聞こえてはいませんよ局長。
彼のまとう私特製のスーツに最大限の負荷を発生させました。いくらスーパーソルジャーといえど10回は廃人になってお釣りが来るレベルのね。クルーヌイ、お前にビジョンズエンプレスへつけと命令した覚えはないか？申し訳ない局長、こちらもビジネスでして。お前の行動基準はそれなりの給与と地位、そして刺激のある仕事だと思っていたが、驚くべきほどに正確無比なプロファイリングですな、局長。ですがあなたの言葉を借りればこれは正義の行いなのですよ。ロランド・ドゥブ。もはや彼の意識も正義もありません。スーツごと私の意のままに動くマリオネットというわけですな。グルーヌイ、チャレンジだ。チェックメイト。ゲームセット。ああ、貫通腹パン、超痛いですよねあれ。昇天してしまうほどに。リーザ、随分といろいろあったみたいね。まあ大方こちらの想定の範囲内だけど。ダークエルフ、珍しい種族ね。どこかの暴力教授を思い出して不快だわ。おお、我が肉体を蘇生せし冥府の聖母よ、感謝の証にそのおみ足を舐めさせていただきたい。嫌よ、気持ち悪い。そもそも蘇生プログラムっていうの私が作ったんじゃないし、作り主の、そうビジョンズエンプレスがお呼びよ、あなたたちをね。喋らないでもらえるかしら。その額のように口の方も縫い合わすわよ。何のつもりかしら。私に背を向けてくねくねとおかしな動きをして。不愉快よ。喋るなとおっしゃられたので、ボディーランゲージにて。ペソナージ・デ・フェス、いわゆる尻文字というやつだね。こうこうはあ、さあムーいいね。波動転生滅光。プレイウィズヌル。
私の破壊魔法を相殺した？いえ、魔法を再現する演算そのものを無効化したというの？正気を失っているようだけど少しはやるわね。でも物理的な攻撃は止められないでしょう。待ちたまえカイザーインサイト。仲間同士で争うなど不毛の極みだ。仲間？虫唾の走る言い方はやめてちょうだい。大嫌いなのよ、あなたたちみたいなコス辛い連中は。ひどい言われようですね。まあ事実なので仕方ありませんが。虫ズダッシュというならお互い様々といったところだよ。あちらの方では君のクラッキングのために国際警察は大損害を被ったんだから。大損害程度で済んで幸運に思うことね。本当は壊滅させてあげたかったところだけど、あなたたちばかりに構ってもいられないし、我ながらお優しいことだと思うわ。こうして向かい合っても消し飛ばすのを我慢してあげているのだから。おや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 、先ほど私を消し飛ばそうとするのは我慢してくださらなかったような。おかしな動きは控えた方が身のためということだね、ミロクシ。いくらビジョンズエンプレスから城の敷居をまたがせてもらえず T の一杯も出てこず、高度数千メートルの寒空の下で放置プレイなどされているとしてもだ。まったく、あの引きこもりがとうとうダイブしてきたと思ったら、私に対してこんな失礼な振る舞い、一体どういうつもりなのかしら。ビジョンズエンプレス、その口ぶりでは本当に人見知りな人物なのだね。私も直接話をさせていただいたことはない。それにどうやらあの城男子禁制だそうで。正確に言えば、あなたたちのようなコス辛い者たちに直接アバターを晒す危険は冒したくないというだけのことですよ。おお、救い手様、救い手様。カイザーインサイト、ずいぶん久しぶりですね。そうね、こうして言葉を交わすのはミネルヴァの目覚めより前、いえ、レジェンド・オブ・アーストルムのリリース以来だったかしら。あの時は大変でしたね。広報を担当したクリスティーナ・モーガンが外部に広げた大風呂敷を現実のものとしなくてはいけなくなって。お前たちと私ならどうとでもなるだろうなんて言われた時は殺してやろうかと思ったけれどね。常人には不可能なタスクであっても、それを実現できるのがあなたたちセブンクラウンズの恐ろしさであり、そしてその際を見抜く目があるのもクリスティーナ・モーガンの恐ろしいところですね。人事みたいに言うわね。裏方としてのあなたのサポート能力、 AI や自動生成技術が成功の一助になったことはこの私も認めなくもないのに。昔のことなんてどうでもよかったわね。それよりも一応確認しておくけれど、今私とあなたは同盟関係にあるのよね。ええ、ユイが独尊のあなたがまさか承諾してくれるとは思いませんでした。提案はしてみるものですね。ユイが独尊ね。私だけが尊いという意味なら否定はしないわ。でも認識修正の魔法にかかり、自分の作ったゲームを現実と思い込んで
何万ものループで管理者に敗れ続け、挙句飼い猫に手を噛まれて見下していた連中に敗れたのなら、少しは考えも改めるというものよ。出生なことを言うようになりましたね。驚きました。私の知るあなたの情報をアップデートしなくてはならないようです。私が礼儀にうるさいということはアップデートしなくていいわよ。こんなうろんな連中と一緒くたにしてくれて。ああ、なるほど。そんなことが不満でしたか。話ならこうして通信魔法で、我々の作ったチャット機能だけで十分と思っていましたが。相変わらずの内向主義、コミュニケーション不全者ね。あちらではリモートワークでしか働きたくないとわがままを通して、しかもこの私ですらついぞアクセスポイントを逆探知できなかったし、何度かは首の皮一枚まで迫られましたよ。あなたに正体がバレたらと想像すると、あまりにも恐ろしくて夜も眠れないほどでした。ついでにゲーム開発がはかどりました。失礼、ビジョンズ・エムレス。以前あなたはカイザー・インサイトとはまず間違いなく戦いになると予想されていましたが、一体どのような条件で折り合いをつけたというのですか？まあ、フレイヤちゃんたら自分の報酬が減ってしまうかもしれないと恐れているのかしら。心配しなくてもフレイヤ、あなたに約束した空いているモジュールを取り上げるつもりはありませんよ。その女の報酬に空いているモジュールを、でっちのダチンごときで随分と奮発するのね。プリンセスナイトなんて顎で使う捨て駒みたいなものでしょうに。フレイヤちゃん、怒っちゃダメ。暴食のお姫様とのくんずほぐれつで賢者モードなんだから、ちゃんと充電しなきゃ。カイザーインサイトとはあくまで対等な同盟。報酬などは約束していません。当面の脅威を乗り切る間、相互不可侵を結んだだけです。当面の脅威、つまりジェリーちゃんとその仲間の子たちですね。アキラのプリンセスナイトの少年とその仲間たちにはとても大きな借りがあるわ。思い出すだけで腹渡が煮えくり返りそうな借りが。こうしてリダイブしたのなら、まずはその借りを何倍何十倍にもして返してあげなくっちゃね。ほうほう、なるほどなるほど。かの者らに苦汁を飲まされ王法を誓うは私も同じ。お気持ちはよくよくわかります。ではでは、カイザーインサイト殿、我々は同類類とも同じ穴の無地な志を同じくする同志いないなソウルブラザーというわけですな。どうやらここには頭のおかしい連中しかいないようね。私以外は。よもやよもや、なんともはやセブンクラウンズの中にまともな方がいらっしゃろうとは。しかもそれが何しようカイザーインサイトとは。うぞうむぞうとまともの定義を論じるつもりはないわ。というか、確かグルーヌイとか言ったかしら。あなた元は国際警察の職員だったのでしょ。
一体どんな報酬を約束されてビジョンズエンプレスに尻尾を振ったのかしらね。何、大したことではないよ。一ゲーマーとしてのちょっとしたわがまま。新たなジョブをデザインしアペンドするリソースをもらいたいのさ。新たなジョブ？おい、忍者を超える忍者、グレーター忍者だよ。いやいや、大事なことだよこれは。レジェンド・オブ・アストルムは素晴らしいゲームだが、懲役以降更新が止まったままだからね。刺激がなくては飽きてしまうし、レベルアップによる強化にも限度というものがある。故に私はプリンセスナイト底の家のチートなジョブをデザインするつもりさ。トゥインクルウィッシュにも負けないほどのね。トゥインクルウィッシュね。耳障りな名前だこと。でもそれじゃあ結局あなたの目的もリベンジじゃない。そちらと違ってあの少女たちに恨みなど全くないが、たとえエクセレントなスペックを得たとしても発揮する相手がいないというのは面白くないからね。素晴らしい目的だと思いますよ、グルーヌイさん。さて、ところで私の目的は。というか、自己強化を求めるなら手段は他にいくらでもあるでしょ。ジョブシステムなんて再構築後の世界じゃほとんど形骸化してしまっているのだから。だがまるで意味がないわけではあるまい。能力変化に伴うフォームの自動変更もその名残なわけだしね。この辺りはメタモルレグナントのプログラミングなのかな。キングリープも噛んでいそうだが。私の目的は。グルーヌイ上級捜査官、本当にそのようなことが目的で、見下げ果てるほど船舶な人間ですね。知っていましたが。これは手厳しい。まあ私がろくでもない人間であることは否定しないが、さりとてフレイヤ、君の境遇には同情を禁じ得ないが、たった一度きりの人生、楽しむが正義だよ。私には何より大事な目的がある。それに比べれば正義も人生も取るに足らないものでしかない。ちょっと聞いてくださいよ。私の目的は現実世界をぶっ壊す。あれれれ、リアクション薄いですね。もっと白目を向くとか顎を外したりとかしてくれちゃっていいんですよ。おーいおーい。まあ理解は可能だね。ビジョンズエンプレスの目的が叶えば実質的に現実世界は壊れるだろう。私としては破壊による混乱も嫌いではないが。ミロク、皮肉なものですね。かつてのあなたは人々を救うための宗教家だったはずでしょう。そんな人物が破滅を願うなど。宗教？宗教？誤解をなさらないでいただきたい。私は世の不可思議を突き止めんがため、そして神との対面のため、その手段として金策をしていたまでですよ。それがたまたま人間の救いを求める心理を利用したというだけで。そう、救い。いやー、救ってー、私を救ってー、もうマジ無理、おかしくなっちゃう。
カイザーインサイト殿、その明晰なる頭脳をもってこの男の状態を解説していただけますかな。はあ、いい度胸ね。この私にゴミ箱を覗かせようだなんて。そうね。その男、現実の超常的な事象の追求が目的だったようだけど、思いがけず本物に触れて精神が崩壊したといったところかしら。いないな。侮らないでいただきたい。私の精神は防御魔法3段重ねの厚木で鉄壁。だが何が吸血鬼だ。何が幽霊だ、天使だ、雪女だ、超能力だ。わらわらうじゃうじゃいていいはずがないだろう。ただし異星人は除くものとする。宇宙の広大さを考えればそれくらいはね。ゴミ箱の方がまだマシね。視界に入れるのも汚らわしいくらいよ。君の能力からしてそれは最大の侮蔑だね。しかし人類最高の頭脳を持つセブンクラウンズカイザーインサイトは超常の存在というものをどのように捉えているのかね。あるがままによ。だって他者から見れば私こそが超常、神にも等しい存在なのだから。神？ふざけないでいただきたい。前にも言っただろうが、貴様ごときが神には決して届かねえって。がまさか我が生涯の探求があのような醜悪で機械でぐにゃぐにゃで生臭いものとは。タコあんまりだこんなの。ひどい。泣いちゃった。理性をなくした人もまた何をするかわからない恐ろしいものです。ごめんなさい。慣れないリザレクトとはいえこんな結果になるなんて。あなたが悪いわけではないでしょう、リーさん。神の探求などに傾倒するようなものは最初から狂っているのです。でもこの男、一体何を見てここまで壊れたのかしら。大して興味があるわけでもないけれど。さあ、彼の魂魄がさまよっていたジオニブルヘルにはよほどおかしなものがいたのかもしれませんね。裏世界、開発環境の基盤整備はあなたの担当だったわね、ビジョンズエンプレス。私の目の届かない場所で一体どんないたずらをしていたのかしら。大したことはしていませんよ。私の同類がはるか昔に訪れていたのかと思ったのですが、ひどい期待外れでした。さて、これで一応面通しはできたでしょうか。とっても個性的なパーティーです。目的もそれぞれ、思惑もそれぞれ。特に男性陣の方は恐ろしいほどに癖が強すぎで、仲良しこよしなどできるとは思いません。ですが、この場にいる限り、あなたたちの一切の争い、いさかい、死闘を禁じます。
いいですね。はーい。カイザーインサイト、いかがですか？この私に禁じるだなんて不敬極まるけれど、相互不可侵の命を破るつもりはないわ。そう長く続くものでもないし、続けるつもりもないしね。おや、どちらへ行こうというのかな？座り心地のいい椅子もないし、顎で使える下僕もいない。こんな不愉快なところに長いは無用よ。それにちょっと待ち合わせをしているの。こんな名役さっさと破棄するためにね。あれがマナちゃん。B ちゃんじゃないけど怖い。どうしよう B ちゃん。アルシャト、あなたには引き続き黒金の姫のコンファインをお願いします。任せて B ちゃん。報酬期待しちゃうんだから。ええ、リソースはあまり避けませんが、アルセフィナの用意はしています。フレイヤは傷を癒し怒りの炎を燃やしておくように。王家の装備とプリンセスナイト能力の併用を極めなくてはなりませんよ。グルーヌイは逆さまの塔へのリンクを確立してもらえますか？おい、マドモアゼ。ただし九段の報酬の前借りをさせていただけますかな。メタモルレグナントを出し抜くためにね。構いませんよ。それから私は救い手様。私はそうですね。このまま外にとどまり浮島の防衛を、そしてあなたの権能を利用させていただければと思います。ははかしこまり。この弥勒、全身全霊全力全開全尊全裸で務め果たしてみせましょうぞ。リーザ、彼のリザレクトについてあなたを責めるつもりはありません。ですが少し面倒ごとを頼めますか？ええ、この男の面倒を見ろとかじゃないとありがたいけれど。場合によってはもっと厄介かもしれません。ですが必要な役割です。セブンクラウンズの中でも最も恐ろしい彼、カイザーインサイトの監視役はね。はい、そしてご飯。プリンセスフォームの反動ね。まあそもそもそろそろ夕飯の時間だけど。皆様少々お待ちください。すぐに簡単なお食事をご用意させていただきます。私は魔力以外はそこまで消耗しておりませんので。
せん、コッコロちゃん。私たちも今のうちに手当てをしておきましょう。キャル？キャルちゃん、やっぱりカイザーインサイトのことが。そりゃまあね。まさかまた陛下と戦うなんて。陛下、あの時陛下から私の頭の中に送られたメッセージと座標、これって陛下からのお召しよね。私ができることは。それにカイザーインサイトだけじゃなく、まさか弥勒まで復活してくるなんて。弥勒、あんな性格じゃなかったような気がしないでもないですけど。でもセブンクラウンズにも匹敵するヤバい人には変わりないですよね。それがビジョンズエンプレスについてしまうなんて。しかも国際警察ごと。フレイヤさん、とっても手強かったです。私への怒りがあれほどの力になるなんて。でもどんな事情だとしてもビジョンズエンプレスに組みするのなら必ず止めてみせます。私がこの手で。ペコリーヌさん、それにもちろんフレイヤさんだけじゃなく、プリンセスナイトになったっていうリーザさんやアルシャトもいます。こっちも対抗できるだけの戦力を用意しなくちゃ。そうね。それにライラエルさんたちの作戦もうまくいくといいんだけど。お待たせいたしました、皆様。主様と一緒におにぎりをご用意させていただきました。わあ、ありがとうございます、コッコロちゃん。あなた。おや、キャル様はどちらに？え？あれ、キャルちゃん？まさか一人で？キャル！さっき逃げる直前に陛下が私にくれたメッセージ。秘密の話がしたい、命は取らない、一人でここに来い。伝えられた座標はもうすぐそこ。この場所を知ってるってことは多分偽物じゃない。そもそも私が消化させた私の頭脳だからこそ扱える固有能力、演算による未来予知、そしてリソースの奪取と最適化による破壊を極めた魔法よ。あの能力、それにプレッシャー、あんなの陛下の他にいるわけがない。私の血がそう言っている。あれから随分経つのに、まだこんなに魔物たちが残っているなんてね。この場所覚えているかしら、キャル？はい、私が管理を任された魔物のレース場です。陛下に託されたプリンセスナイトの能力を磨くために。そう、ついでに低俗な連中に賭け事で憂さ晴らしをさせるための場所でもあったかしらね。今にして思えば我ながら大した為政者ぶりだったわね。
何もかもいびつだった町のインフラを整備して反乱を起こさないギリギリのところで人心をコントロールして、あの時の私はこのゲームの中を本物だと思い込まされていたわけだから、それなりに真剣になってしまうのも当然ではあるけれど。陛下、間違いない。今目の前にいるのはコピーでも変身魔法でもいつだったかのオートマトンでもない本物の陛下。でも思い出話はそこそこにしておきましょうか。単刀直入に聞くわ。キャル、私のプリンセスナイトに戻るつもりはあるかしら。手駒がいるの。あなたのように飼い主の手を噛んだ猫でもね。それは。あら、今の提案を予想していたって顔ね。生意気だわ。けれどそうね、ビジョンズエンプレスもプリンセスナイトたちに報酬を約束しているそうだし、私もただとは言わないわ。例えばこんなのはどうかしら。現実世界のあなたを救ってあげる。独り立ちのための資金。10億もあればいいかしら。もちろん住居は別よ。一等地のリゾート、海の見えるペンションあたりでどう？半世紀も前の公営住宅なんかじゃない、新築のね。他にも欲しいものがあるなら聞いてあげる。親元を離れてあなただけの人生をやり直すのに必要なものをね。それじゃあ、例えばそのペンションっていうの、私だけじゃなくてあいつも一緒にとかは。その変な意味じゃなくってですね、ほら私たち現実じゃ警察に追われる身で、もしかしたらあいつも元の家に帰れないかもだし、ペコリーヌだって国がなくなっちゃったわけだし、コロスケもシェフィンも迎えに行かなきゃだし。そうです、みんな一緒に住んだら、その陛下も。調子に乗るんじゃないの。あなたがいくら愚かだからって想像がつくでしょ。それが夢物語だってことくらいはね。あなたとしては残念でしょうけど、私を這いつくばらせた彼、そして城の地下牢に幽閉したユースティアナ、この二人は特に許すわけにはいかないわ。勘違いしないでね。これは支援ではないの。因果は応報せねばならないというだけのことよ。あなたにとって笑えるような話だったかしら。気持ち悪い子ね。すみません。でも陛下は陛下だなってそう思って、王宮では私なんか顎で使って当たり前って感じだったから、報酬をくれようとするなんてらしくないなって、どうしちゃったんだろうって思ったんですけど、安心しました。キャル、あちらやこちらの経験であなたが少し変化したように、私もまた同じではいられないということよ。今度こそミネルヴァを手に入れ、願いを叶えるためにはね。じゃあやっぱりビジョンズエンプレスと組んだのはそのためだったんですね。私の願い、私の望み、一度つまずいたくらいで諦められるものではないわ。裏切り者の飼い猫や危険な外星人と同じ釜の飯を食ってでもね。キャル、今さらあなたに少年やユースティアナを撃てとは言わないわ。そんなことどうせできやしないでしょうし。
ひとまずはそうね、少年たちの情報を持ってきてくれればよしとしてあげるわ。安いものでしょ。たったそれだけで現実での自由があがなえるなら。陛下、ありがとうございます。でもごめんなさい、できません。あいつらと食べるご飯がまずくなるようなことはもう二度と。そうなら私らしくない取引はここまでね。私の雷をよく止められたわね。ずいぶん魔法の扱いがうまくなったじゃない。でもシャドウバレット。その程度じゃ当たらないってまだ覚えられないの？私には全てが見えるのよ。あなたの次の動き、防御の隙間もね。はあ、聞き分けが良くなるようにまたあの仮面でもつけてあげようかしら。ついでにシナプスが焼き切れるまで洗脳魔法を重ねがけしてあげるわ。一緒に暮らすの無理でも、陛下とも一緒にご飯食べたいです。だって陛下、私の支えだった人だから。ほんの少しでも血のつながった人だから。嫌なことを言うじゃない。この私と少しでも血のつながりがあるというのなら、もっと賢く立ち回ったらどう？ろくな備えもせずのこのこと私の前にやってきて、本当に愚かね、キャル。でも甘ったれなあなたのことだからビジョンズエンプレスの側につくなとか、一緒に戦ってほしいとか、そんなことをもっと言うかと思ったけれど。そんなこと本当は言いたいです。でも陛下、私の言葉聞く人じゃないですし、それにヤバすぎる強さのビジョンズエンプレス、王家の装備を持ったプリンセスナイトが3人、それに弥勒と陛下まで。このままじゃ私はあいつらの役に立てない。あいつらは気にしないだろうけど、でもそんなの嫌なんです。だから私が強くなるためにはこのまた手を噛もうとするなんて信じられないわ。もういっそさっぱり殺処分してあげたいところだけれど、そうもいかないかしらね。だってここに呼び出すためのメッセージで命は取らないと約束してしまったし、あくまで私はだけど。アワリティアのダークエルフリーザだったかしら。いつまでもこそこそ隠れていないで出てきなさいな。すごい目ね。こそこそするのもちょっと得意なつもりだったのに自信をなくしてしまいそう。この私をつけ回して覗き見なんて打ち首でも済まない無礼だけど、
今回だけは見逃してあげる。どうせビジョンズエンプレスの言いつけでしょうから。否定はしないわ。それに私も彼女のポイント稼ぎをしなきゃっていうのもあるし。まるっきり小物の考えね。ならそこで転がっているバカ猫の首でも土産にしたらいいんじゃない？別にそんなものって言いたいところだけど、フレイヤから聞いたわ。この前のお茶会では彼女休戦の約束を破って攻撃を仕掛けてビジョンズエンプレスを怯えさせたって。ついでにジオニブルヘルで戦った時は一杯食わされちゃったし、ここで借りを返しておくのも悪くないかもね。あなたたちの因縁になんて興味ないわ。戦いに備えて魔力の補給をしておかなくちゃ。ビジョンズエンプレスが何と言おうと、今度こその気を貸してもらうわよ。じゃあねキャル、気が向いたらロストしたあなたの魂そこらの野良猫のアバターにでも入れていじめてあげるわ。カイザーインサイトか。ビジョンズエンプレスもだけどとんでもないわね、セブンクラウンズって。それに私以外のダークエルフに知人がいるみたいだけど。グリムバースト！まだ余力があるみたいね。カイザーインサイトに散々いびられた後だと思ったのに。昔から死ぬほど浴びた電撃だもん。こちとら慣れてるっての。なんつって本当は全然しんどいけど。てか今の私の攻撃魔法効いてなくない？直撃したと思ったのに。なら何発でも打ち込んでやるだけだっての。サンダーボール、ウォーターバレット、シャドーバレット。そんなものいらないわ。私の魔法を掴んで投げ返したの？当たり前だけど強欲だからって何でもかんでももらうわけじゃないの。まあ王家の装備のおまけ効果ね。でもあまり派手なのはここじゃ使いにくいし。なら私の得意技の方でいきましょうか。あやめたまえカースアロー。アンチカース！呪力が具現化した矢を打ち消した。それも3本同時になんて。うまくいった。バーカ、即死の矢なんてヤバいもん。対策しないわけねえっての。そう、うちのダークエルフ族から対抗呪文を聞き出したのね。三魔貴族だった私が姫やサツキを撃ったから、あの世界でのダークエルフ族の立場は最悪になったでしょうし、ポイント稼ぎのためになら秘伝の破り方だって喜んで差し出すわよね。裏切りなんて最低なんだから。バイオレットたちはへこんでたわよ。あんた行きなさい、アスラの手。
殴り殺すなんてスマートじゃないから気乗りしないんだけど、呪術が対策されてるなら仕方ないわよね。王家の装備全然本気を出してない感じなのに手も足も出ない。まだプリンセスナイトの能力だってあるのに、今の私じゃ絶対勝てない。ビジョンズエンプレス以外にこんなのがあと2人も。どうしたら使えるの。私なんかでも。教えてください、陛下。あら、観念したのかしら。それじゃあ見える。攻撃が少し先が見える。あなた未来でも予知してるっていうの？そうだ、これが陛下の。何その力を。ハード転生アワリティア。死ね私だけで魔物レース場の跡地に来るようにっていう陛下からのメッセージ。命は取らないって書いてあるけど、でもそんなのあの人の虫の居所一つでひっくり返る。分かってる。行くべきじゃない。
最低限の保険はかけたけど絶対危ない。でも力がいる。この先ビジョンズエンプレスたちと戦うための力が。また陛下のプリンセスナイトにしてもらうってのはどうなんだろう。でもパワーアップできるとしてもあいつらやペコリーヌのこともう裏切りたくない。かといって私が「お願いですから力をください」って土下座しても「しょうがないわね」とか言って何かくれるような陛下じゃない。ならそうだ、かつて陛下が私に与えたプリンセスナイトの力、魔物を操る権能、あれもかなり扱いにくい力だったけど、陛下は私が四苦八苦した経験を解析して自分のものにして使いこなしてた。私と陛下じゃ才能は天と地だけど、それなら陛下の力を奪うってか読み取って分析して復写するって感じだけど、波動転生、あれは陛下の頭脳があってこその力ってことくらいは十分わかってるけど、私の体には何分の1何十分の1かでも陛下と同じ血が流れてる。なら何分の1何十分の1かでも私にも使えるかもしれない。陛下、このゲームを始める前からずっと憧れてきた方、遠い存在だと思ってきた。叶うはずのない私のアストレムだとしても、私は手を伸ばす。星をこの手に掴んでみせる。あいつらと生きるために。陛下からしてみたらまた私に反抗されることになるわけだけど、でもなんかわかる。私が力や技を盗もうとしても陛下はきっとそんなには不愉快にならないって。そりゃ口では怒られるだろうし、お仕置きの電撃とか浴びせられるかもだし、そもそも希望的観測ってやつかもだけどね。アワリティア死ねこれが波動転生。原理は分かってるけど計算をつかない。私なりにアレンジしたせいで精度足りない。情報硬すぎ、脳みそ焦げそう、鼻血出そう。こんなの死んじゃう、絶対死んじゃう。まるで陛下から頭に電流流し込まれてるみたいだけど私が使えてる波動転生、陛下と同じ力。やっぱ私天才。陛下の遠縁だけあるわ。おらー、とっとと死ねっつってんの。押し負けるっていうか、あんなやけくそみたいな力の出し方をして崩落が怖くないの？そうまでして勝利が欲しいってこと？あなたも強欲ね。私なんかつつましいもんよ。大好きな人たちと一緒にご飯が食べたいだけなんだから。
何を望むかと思えば、好きな人たちとご飯が食べたいですって。そんなのすごく贅沢なことじゃない。やっぱり強欲よ、あなたも。裏切りの先輩として教えてあげる。あいつとかバイオレットみたいなアマちゃんはね、土下座して本気で謝ったら一遍だけは許してくれるわよ。そうね、きっとそうでしょうね。でもそこには私の欲しいものはないのよ。何こいつ、この雰囲気、むしろ魔力が膨れ上がってる。プリンセスナイトとしての力、あまり頼りたくはないけど。あんたって見えてたけどね、来るの遅いわよ。そりゃすぐ来られたら陛下と話できないし、でも魔力の痕跡残しといたでしょ、保険として。うわっ、逃げやがったわね、あいつ。ったく、裏切るなら半端に気持ち残すんじゃねえっての。イライラするわ、鏡見てるみたいで。帰りがけ話すわ。みんなも心配してるでしょうし。ってことで、もう私限界、一歩も歩けんわ。だからおんぶして。陛下、この力使わせてもらいます。私なりに使いこなしてみせます。次に会った時また戦うことになるなら、あなたのこと超えられるように、こいつらと一緒に。別に、でも意外としっかりしてるわよね、あんたの背中って。やれやれ、仮想空間といえどこの再現度なら予想はしていたが、死ぬほど痛いものだな、死ぬというのは。だが逆さまの塔に向かう条件は整い、ついでに女狐のかぶった皮は剥げ、頭の固い改造人間は駒へと落ちた。次は取らせてもらうぞ、アイテールモジュール、そして認識の修正プログラムを。準備はいいな、グルーネイ。